は無料でちょっぱやな AI 画像生成を楽しむことができるステーブルディフュージョン WebUI4G を使用して画像から短い動画を生成することができる機能ステアブルビデオディフュージョンを使用する方法を一緒に見ていきたいと思います。この機能では動画の構図や動きなどを指定することはできないのですが、このような動画を簡単ワンクリックで作ることができます。動画生成の入門としてキカやランウェイのような有料サービスみたいにドロップしたらワンクリックというプロセスをローカル環境で楽しむことができますね。ではまず WebUI4G を立ち上げましょう。導入がまだの方はこちらの動画を参考に導入してみてくださいね。これとこれをポチクリしてくださいね。では WebUI4G を立ち上げてもらったら上部のタブに SVD という部分があるので開いてみましょう。ここのドロップエリアにお好きな画像をドロップしてジェネレートをクリックするだけでお使いの環境によりますが数分でドロップした画像を動画化することができます。使い方としてはまず一番上の SVD チェックポイントという項目でモデルを選択します。最初はモデルが入っていない状態だと思うので概要欄のリンクよりダウンロードしていただいて WebUI4G のモデルスフォルダ内の SVD というフォルダに入れてください。リロードすればダウンロードしたモデルを選択できるようになります。コンフィ UI などですでにモデルをダウンロードしているという方は対象のパスをシンボリックリンクしてみてくださいね。生成サイズについては基本は 1024×576 のサイズで良いと思うのですが画質が気になる方は調整してもいいのかなと思います。おそらくドロップした画像と同じサイズもしくはアスペクト比を同じくらいに揃えた方が良いかと思います。ただサイズを上げすぎるとパチクソ生成時間が伸びていくので要注意です。各パラメータは基本デフォルトの値で良いと思いますが XT とついたモデルを使用する場合はビデオフレームを25にしましょう。これらのモデルは25フレームで学習されたモデルとのことです。そして FPS という項目の値は1秒間に描画される画像の枚数となります。例えばこの FPS を6とすると1秒間を6枚の画像で構成した動画を生成します。パラパラ漫画をイメージしてみてください。枚数が増えれば増えるほど滑らかな動きになると思います。あれと同じ原理ですね。そしてこの FPS とビデオフレームの値には関係性があり、例えばビデオフレームの値が 14、FPS の値が6となると約2秒の動画が生成されます。またはビデオフレームの値が 25、FPS の値が6なら約4秒の動画が生成されます。ビデオフレームの値を FPS の値で割った数値が生成される動画の秒数となります。モーションバケット ID の値は大きいほど動画の動きが多くなる項目となりますが上げすぎると破綻します。アウグメンテーションレベルの値は初期画像のノイズ量となり大きくすると生成される動画の動きを増やします。その他の項目は通常の画像生成のパラメータと同じですね。補足で CFG スケールの値は SVD での動画生成では低めに設定すると良いそうです。では実際にこの画像をドロップして生成してみましょうね。このまま数分待ちますよ。この時間が虚無です。なので他の作業をしながら待ちましょうね。こんな感じで上部に生成された動画のプレビューが表示されて下部に各フレームごとの画像が表示されるようです。今回はビデオフレームを 25、FPS を12としたので2秒の動画が生成されましたね。1秒間に12フレームの描画となっているのでカクカクした印象です。これを 60fps まで持っていくとこのようにちょっとヌルヌルした動きになります。ゲームとかでも 30fps から 60fps の描画速度を見比べると体感できるレベルでキャラクターがヌルヌル動きますよね。 PS4 から PS5 へ乗り換えたみたいな感じですかね。今回はフローフレームスという無料ソフトで生成した動画のフレームを保管して 12fps から 60fps まで上げました。このソフトの導入は概要欄を参考にしてくださいね。
れからアニメイトディフという拡張機能を導入すれば、こんな感じの動画をプロンプトから生成することもできます。ではアニメイトディフでも動画を生成してみましょうね。こちらの拡張機能の詳しい導入方法は概要欄をご覧ください。注意点として WebUI 4Gの場合は 4G 専用のアニメイトディフを導入してくださいね。それとモーションモジュールもダウンロードする必要がありますので、お好きなファイルをアニメイトディフ内にあるモデルフォルダに入れてください。ついでにアニメイトディフの機能の一つ、フレーム保管をする機能を実行するためにはデフォーラムという拡張機能も導入する必要があるので、そちらも概要欄から導入してみてください。こちらのアニメイトディフを使用して動画を生成する場合、まずはイネイブルにチェックをつけ稼働させます。ここからモーションモジュールを選択しましょう。生成される動画のフォーマットがデフォルトでは GIF ファイルと PNG になっていますので、 MP4 や WebP などが良い場合はここのチェックを変更してください。毎回変更するのが面倒な場合はデフォルトのセーブフォーマットを変更しましょう。セッティングスタブのアニメイトディフよりお好きなフォーマットを選択してください。それではここのナンバーオブフレームスという項目に生成するフレーム数を入力し、隣の FPS という項目に1秒間に何枚の画像を描画するかを入力します。このナンバーオブフレームスという値が先ほどの SVD でのビデオフレームに相当し、例えばここを16として隣の FPS を8とすると1秒間に8枚の画像を描画する設定で合計16枚の画像を生成します。なので合計16枚の画像を秒間8枚描画するので、この場合は2秒の動画を生成することができます。同様にナンバーオブフレームスを40として FPS が8なら 40÷8 で5秒の動画を生成できます。注意点としては、この場合は通常の画像生成と同様に指定サイズ、ステップ数などで40枚の画像を生成して動画としてつなげるので、最低でも40枚分の生成時間がかかります。では生成する条件を入力できたら、他の設定はデフォルトのままでいつも通りジェネレートすれば動画が出来上がります。姉様、やはり動画生成は結構時間がかかりますね。生成する枚数が多いですからね。サイズ別に生成時間を見てみましょう。512512を基準としてハイレゾフィックスで 1.5 倍2倍とアップスケールさせて生成してみましょう。お顔が崩れやすいのでアフターディテイラーはかけて生成しますね。 RTX4070Ti での生成となります。512512で約2分ちょいですね。768768で6分30秒。1024だと10分20秒ほどかかりました。この生成時間は我々有限の時を生きる身としてはどこかで妥協しなければなりませんね。そうですね。最低限の画質 FPS で生成して後ほど最小のデノイズでアップスケールしてつなげたり、フレーム保管を活用したり、いろいろなテクニックで効率化していく必要がありそうですね。ちなみにピカなどの動画生成サイトを活用すると、例えばイメージトゥイメージの場合だと画像を放り込んで30秒ほどで動作としてはバチクソクオリティの高い動画を生成してくれたりするので、タイムイズマニーな方はそちらも視野に入れてもいいのかもしれませんね。ピカの商用可能なサブスクのお値段は頭おかしいレベルですが、本日は WebUI 4G を使用したステアブルビデオディフュージョンでの画像生成とアニメイトディフでの画像生成のやり方を簡単にご紹介しました。それでは今日はここまで。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあおやすみなさい。いい夢見ろよ。